100g 単位でわかるんですか？すごすぎる。うわー、あ、すごい。力強い。養殖より硬いんですか？おはようございます。魚の森です。さあ、今日は何の日かなと、昨日に続いてですね、昨日はとさっきから昨日言ってるんです。今朝なんだよね。下関福の競り見てきたの、ダイジェストにもあったと思うんですけども、今朝見てきた福たちがどのようにみんなの元に届くかっていうので、今日はここの別のね、もう一個の市場に来ました。下関には市場がいくつかあるんですけども、もう一つ有名な市場、唐戸市場にやってきました。目の前のロケーションもやっぱすごくて、海。じゃあちょっと早速行ってみよう。このフグのロゴめちゃくちゃ市場で見る。発泡スチロールについてる。ここ下関の地方卸売市場が唐戸市場。あ、見て。うわ、すごい。これなんか噂によると最近塗り替えられてめちゃくちゃ綺麗になったんだって。あ、ほらほら書いてある。唐戸市場フグオブジェリニューアルペイント制作。東大学学生がやったんだね。こう見て。フグの体に4つのイラストが隠れているよ。え？あ、見て。山口県の地図ここじゃない？この黒の。すごい。激ムズがフグの影。めっちゃ見つけたいな。あった。山口県のマーク。フグはどれだろう？わかんない。コメントで教えてください。あ、見て。フグガチャだって。何これ。すごくない？ 3000 円でレジェンドレアが出たら白子付きのトラフグコースが当たるってすごい。これでレジェンドレアかシークレットレアになる。重いぞ。これで恒例の毎回ちっこいのしか出ないやつだ。欲しいでかいやつ。すごい。あ、すごい。内訳当たりガニ。待って、やばくない？金目めちゃくちゃでかい。何キロこれ？エビスダイじゃん、私の大好きな鱗がカチカチの。でっかっ。糸よりもすごい綺麗。何ですかこれ？5本10本サイズじゃない？すごい。これいくらで売ってるんだろう。欲しい。バイケシがある。すごい。フグが泳いでる。めっちゃいっぱいいる。養殖フグだ。お、タイもいる。そうだね、こっちの方クジラも結構有名だからクジラも置いてあるね。すごいな、こうやって売ってるんだな。ヒレめちゃくちゃ人気。わ、
なんかすごいここ華やか。海寿司福問屋海さん。こんにちは。見てください、ここ GI マークついてる。これ朝あっちから仕入れたやつです。おお、これだ。畑さんが磨いてたやつ。すごい。もうここに売られているんだ。これ今バーッと見てきたんですけど、いろんなところでこれ下関の服でも GI マーク貼ってない商品とかいろいろありますね。これ違いっていうのは何なんですか？だから基本こっちのフグっていうのはもう生かし込みをちゃんとして、ちゃんとこの血抜きとかその手順をちゃんと踏んだものが GI フグっていうことで貼れますんで。なるほど。であとお店によってはやっぱり仕入れ先が例えば買い止まりの市場じゃないところとかはなるほど。その時点で×なんで。じゃあやっぱりこうシールが貼ってる商品だったら、安心して買えるっていうことなんですね。はい、なるほど。やっぱりさっきの生かし込み朝見てきた光景をちゃんとやってる商品だよっていうマークになるんだね。でもやっぱ国のお墨付きっていうのが分かりやすくていいですね。選ぶ基準になりそう。だから今海外もやっぱりなかなかそのフグを取り扱える雰囲気っていうのがやっぱ限られてますけど、日本の方も今シンガポールとかですね、インドネシア、あとアメリカか、畑さんアメリカ輸出とかされてますので、どんどん世界に広がっていけばいいかなっていうことでですね。なるほど。ちゃんと日本で認定されたよっていうのは必要ですもんね。そっか、今インバウンドのお客様も多いんじゃないですか、海外のお客様。だからなかなかやっぱ国の規定で食べれないところっていうのが大半なんで、ちょっとどんなものか食べてみたいっていう。そういうことですか。そういうことです。シンガポールと今、マレーシアと、アメリカの一部区域は OK なんです。じゃあアメリカの一部の区域を除いてフグ自体食べちゃダメっていうところ。畑さんが出すそのフグバイヤーズクラブっていうところがあるんですけど、そこのバイヤーズクラブを通ったフグは流通はできるんですけど、今アメリカに多分輸出されてるのは畑さんだけです。畑さんすごいですね。すごいです。もうチャランポラしてますけど、こうやってやり手ですよ。そうなんだ。他の仲卸さんもやっぱりその海外にどんどんやっぱり進出していきたいっていう方たちは当然いますし。そうですよね。だって120年ぐらいかけて培った技術ってやっぱ真似できないものですかね。目利きにしても磨きの技術にしても。で意外とフグって淡白なお魚なんでやっぱり体にもそんなに確かにそうですね。ヘルシーですしね。食べてほしいなと思いますね。いやなんか日本の象徴としてね。技術を磨いたりっていうね、歴史を伝えてもらえるといいな。畑さんすごい。やり手ですよ、彼は。今あれですね、フグの試験がだいぶ緩和されてきてるって。県によって違ってましたので、なるべく一緒にしようっていうのは今流れですから。なんでそんなに違うんだろうって言って、さっき畑さんとか従業員さんに聞いてたら、前までは3年のなんか実技経験が必要だったけど、それがなくなったから取りやすくなった。3年もね、どっかで働くって普通の人はできないですから、広まらないですね。広まらないんで、やっぱりそれを広げたらっていうことでそう撤廃したんだけど、そしたら小学生が受けるようになって。それ取れるんですか？取れます。合格するんですけどね、免許自体は成人してから渡すっていう形で。じゃあ実際にその持ってる小学生が下関にいるんですか？います。熊本にも。ここも全部お寿司。それいつから始まったんですか、その寿司。あれいつからかな、聞いてみよう。25年前。ずっとここでやられてるんですか？すげえ人気なんですよ、マグロ屋さん。これ似てますね。似てる。この通りが一番もうお寿司好き。ここの通りが。だからもう間隔開けてって書いてあるけど、コロナなんで。もう間隔なんか開かないもんね。これお客さんに向けてのメッセージなんですね。間隔開けて。間隔なんか開かないんですよね。
流風でもこんなになってこういう歩き方なんですよ。よかったな今日は空いててお寿司はないけど。じゃあ早速もうちょっとフグ食べたいなと思ったのでこちらのお店に来てみました。さっき唐戸市場にもあった道中さんっていう魚屋さんがやってる最近オープンしたフグの専門店。いらっしゃいませ。お願いします。どうぞ。お願いします。お願いします。道中さん。はい。よろしくお願いします。社長さんです。今ちょうど引いてますよ。嘘。ちょっと織り込んでるんですね。最後はお花みたい。すごい。すっごい。芸術だね。ああ、どう。フグさんに感謝をしていただきます。お刺身のユッケ？これもうフグ皮だよ。これ大根じゃないよ。これどこから食べるのが正解なのかな。内側から食べたら崩れない。だけど外側から食ったら食べ応えがあるから僕は外側から食べます。どっちから食べてもいいんで、作法はないです。形を崩さないように食べるには真ん中から食べて。ただ横からガーってやる方がね。こうやってやりたいですよね。そうでしょ。僕はいつもそうやって。じゃあ失礼していいですか？いいですか？なんか下もついてきちゃった。七フグ？なんか縁起良さそうじゃない？七福。いただきます。いただきます。おいしい。噛めば噛むほどずっと旨味が出続けて最後の一口が一番美味しいっていう。食感？これはいつ取ったフグ？取りさばいた。へえ、それでこんな旨味出るんですか？すっごいコリコリというかもちコリプリプリしてる。美味しい。究極の贅沢だよね、このテッサって。何ですかこれ？フグのテッサでネギを巻いたやつ。これ一番究極じゃん。かわいい。これなんか有名なネギありますよね。安岡ネギ。あ、安岡ネギだ。これ安岡ネギ。究極だ、本当に。ありがとうございます。この抜群の鼻に抜ける辛みと酸味。フグのポン酢と最高に合う。で、このフグの刺身の食感と負けないシャキシャキとした食感。美味しいです。皮ですね。身と皮の間の。なんだろう、身皮にしかない食感、食べ応え。私はこれ大好き。すごい身が。これ何キロぐらいのフグなんだろう。1キロぐらいですね。1キロぐらい。だってこんなついてるんだ。おいしい。加熱するとよりプリプリです。全然違う。この下関に来て本当フグの大ファンになって帰ります。多分みんな唐戸に来たらこういう姿で帰ると思うんですけど、私もこの姿で名古屋に帰ろうと思います。前泊りの市場だね、要は。あそこで3つの条件が満たされてるってことが、もう本当扱ってる皆さん認知されてて、何にしてもやっぱこの伊藤博文がこの地でフグ食を解禁した下関だけで食べられるようになって、この下関界隈でこのフグの技術含めて発展していって、それが守り抜かれてるっていうのがありありといろんなところで見えてですね、本当にこう守っていかなきゃいけないフグっていう独特の魚、鮮魚とは全く違う文化を持っているお魚なので、この食文化
そしてこの早泊まりの目利きだったりかしこみっていうならではの特徴っていうところを生かした美味しい下関福の魅力をこれからも発信していっていただきたいなと思いました。そんなこんなで、一回この情報を持ってですね、名古屋に帰って車内またお客様にお届けしたいと思いますので、名古屋に帰ります。ということで、下関ありがとうございます。はい、ということで戻ってきました。かなちゃんすごかったよ、下関。お疲れ様でしたピークのそうだね見れたんだけれども、うちでも実はたくさんこの GI の下関ふぐを使った商品販売しております。テッサ絶賛めちゃくちゃ注文入ってきてますね。ちょうど年末だからさ、こういうの食べたくなるし、まあ時期も美味しい時期ですしね。これ私たち下関の職人さんが一枚一枚手切りをしてるテッサ。はい。これが40貫とこれが12貫、1人前皿と4人前か5人う前。わいいね、これ囲いたいなみんなで。でもこれでも5000円ぐらいだからあお得だと思います。でこれ GI のフグの証がついてますので、売れ筋だとこれすごいよね。それ人気よ今。トラフグのアラタグ付けしたのでよかったらチェックしてください。これお値打ちなんで3000円ぐらいで買えるんですけど、正真正銘下関福のアラ出汁が出ちゃうの。出るのと結構身がねついてるアラなんで、しゃぶりながら食べれるから、こういうフグのてっちりセットうちでも売ってるんですけど、これとこういう風に買うとああそうね、そこにもう白菜と豆腐となんやかんややったら、めっちゃフグマシもマう最高じゃない。シ。このセットが最強です。わあ高いね。このカットしてない磨きっていう商品もあるんだけど、そうね。ご自身でね調理されたり刺身が引ける方は、ぜひそちらでもトライしてもらうとかなりお値打ちにできます。これが多分ね2皿ぐらいできて、これと同じぐらいの価格で買えるから、それでアラとかもねそうアラもついてくつる。くからね。磨きが一番お得なんだけど、やっぱりさっと食べたいんであればこういうのがいいかなと思います。はい。ということで毎年寿商店一番人気の下関福商品概要欄にたくさん載ってますので、まだこれからオーダーしてもお正月届け間に合います。大晦日届けも間に合います。冷凍冷蔵対応しておりますので、ぜひご希望の、温度帯でご注文いただければと思います。ということで今日は下関福の日でした。お待ちしております。良いお年を。良いお年は早くない？すごい綺麗。あ、いるすごい。お、また来た。おお、うわーすごい。その下関フグを使ったキャットフードですか？ GI のフグ入りです。 GI のフグ入り。食べてみたいぐらい。へえ、すごいですね。